Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi saw Shuhen number 4 です今回は飯旅3周年記念総集編の第4弾。まだまだ迷走している頃のメシタビーズ。撮影も編集もナレーションも超ヘナチョコなのでお見苦しいお聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、その辺も含めて楽しんでいただけたらと思います。それでは早速。Let's get it started. 2. Shiki na Tento ten 札幌の沖縄そばがあまりにも美味しかったのがきっかけでたどり着いたお店だよね。そうそう、札幌の風遊祭ってお店があまりにも美味しかったから、風遊祭さんがリスペクトしているこのお店に行きたかったんだよね。そう、今回沖縄に来たのもそれがあったからだよね。で、どうでした？美味しかった。優しいかつおだしともっちりとした平打ち縮れ麺が最高の沖縄そばですね。そうだね、今回沖縄で食べたそばの中ではピカイチかもね。ところで沖縄そばはそばって言うじゃない？なんでそばじゃなくってそばっていうかわかる？ただの方言じゃないの？それが沖縄そばはそば粉を使ってないからそばを名乗れない時代があったのって。その時にそばじゃなくってそばっていうようになったそうよ。 3. On Na Song Hawaiian Pancakes House Panilani アメリカのパンケーキ屋そのものって感じだね。客がほぼアメリカ人のせいなのか、完全アメリカテレビドラマの世界だよね。マッチョな男の人がパンケーキってなんか可愛いね。タトゥーだらけの海兵隊員が男同士でパンケーキザッツアメリカだね。ところでさ、パンケーキってさ、なんでパンケーキっていうかわかる？英語ではパンはブレッドでしょ？そっか、なんでだろう。フライパンケーキさ。フライパンで作るケーキ、パンケーキ。わお。 5. Naha Steakhouse Hachiju Hachi Suji Hong Teng 予想を超えて美味しいステーキだったね。ハンバーグも。マッシュポテトはちょいと苦手だが、じゃがいも好きなのにね。こんなパワフルなサーロインが2000円台で食えるのはありがたいね。ほんと。もっと高めの美味しい店もあるけど、それは沖縄でなくても当たり前にあるからね。2000円前後のステーキでこんなに美味しいのはやはり沖縄だ。何軒か食べたけどここがダントツ美味しかったな。だよね。サーロインステーキのロインはロースのことなんだけど、サーはイエスサーのサーなんだぜ。まさかよ、嘘でしょ？本当なんだって。これがイギリス国王のヘンリー8世があまりの美味しさにナイトの称号を与えたのが始まりだってよ。ステーキにナイトの称号を？知らなかった。サーロイン大好きさ。あなたは何派？私ヘレ派。13. Mortobu Cho Captain Kangaroo めちゃくちゃうまい。人生最高のハンバーガーを更新ですね。パテまでたどり着けないビッグサイズ、顎外れるうまさ。バンズ、パテ、具、ソースすべてが秀逸でしたね。照り焼きも梅しそもフィッシュももう全部制覇したいカンガルー。そうだね。美ら海帰りは必ずカンガルー。3. Ikea Sendai 関東以北唯一の IKEA ということで。はい、初めてのIKEA超楽しかった。広すぎてちょっと疲れたけど、あれで一部しか営業してなかったんでしょ？そうなのさ。この間の地震の影響でね、なんか崩れちゃったみたいでね、一部しかやってなかったんだよ。地震の影響すごいね。でも徒歩じゃきついわ。わかる。広いでしょ。確かに広い。横浜でフル体験したけどマジ疲れたもん。最後の軽食コーナーがすごいよね。あれってコストコみたいね。おいおい、1943年スウェーデン発祥の IKEA に対してアメリカのコストコは1976年発祥だぜ。全然 IKEA の方が歴史は長いんだ。あれま。1943年に17歳だったイングバル・カンプラードが設立した雑貨店から IKEA は始まったんだ。IKEA の IK はイングバル・カンプラードのイニシャルなのさ。Ingvar じゃ Kamprad あ E と A は？確か彼の出身地と農場かなんかのイニシャルだったと思います。多分これ日本一安いソフトクリームですね。ね。
タイのマクドナルドが確か10バーツだったから、日本円にすると40円ぐらいかな、だから世界一安いってわけにはいかないけど、これはお得だ。安い。ドリンクバー50円、ホットドッグ100円、このコスパは半端ねえよ。毎日ここでランチしたらお金貯まっちゃうね。By the way、外国企業なんだけど、海外では IKEA もコストコも通じないので気をつけて。英語では IKEA は IKEA で、 IKEA, コストコはコスコだからね。 Costco, IKEA とコスコね。8. Super Saichi. 誰ですか？ああだこうだと言ってた人は。私ですいやいや、おはぎでしょ、所詮おはぎだからって思ってたよね。わざわざ高いガソリン炊いて行くまでもないと思ってたもんな。まあね、確かに離れた場所にあるからガソリンも高いし、まあわかるけど。いやでもやばうまかったわ、これは。ぜんざいというか食べるお汁粉というか、余計な甘さがなくて、小豆の香りがほわーんとしてて、あんこだけ食べても美味しい。あんこの量半端なかったね。おはぎ言うたらこれしか買わないっていう人の気持ちがわかる気がするわ。羨ましい仙台市民。本当。タイに行った時にジョニー・ウォーカークラシックっていうトーナメントね、ゴルフの試合を見に、ニック・ファルドっていうゴルファーが、知らないかな、まあ、結構ちょっとわかんない。有名な、メジャーも何回も勝ってるようなはいは有名な選手だった。ついついカメラ撮っちゃうんだよね。写真撮りたくなるじゃん。はいはい。今みたいにムービーじゃないから、カシャって音するわけだよ、だからそれをゴルフは嫌うよね、絶対。そりゃそうだわ。集中したいもんね。でティーグラウンドで待ち受けてるでしょ、その選手たちが来るの。はいはい。でカメラをこうやって構えてティーグラウンドの後ろに立ってたら、そのニック・ファルドって女キャディーを連れているので有名なのじゃん。その有名な女キャディーに、リアルにいた時に、ファッキンカメラダウンっていうクソカメラをしまいやがれっていう言われたっていう本当に使うんだ。ちょっとなんて言ったか聞き取れないけど、なんファッキンカメラダウンって最後だけめっちゃ強い口調で指さされて怒られてる。恥ずかしい。 5. Nakasu. Ramen Wu Na Li. ジェノバラーメンにめっちゃ興味あったんだよね。もっとジェノバイタリアン寄りのラーメンかと思いきや、結構豚骨寄りのジェノバだったな。そうだね、やっぱり魚介豚骨系は美味しいよ。美味しい。博多の細麺だからそんなに濃くなくても味が絡むから最高だったね。はい、もっとイタリア豚骨シリーズ増えたらいいのにね。ああそうだよね。ペペロンとかカルボナーラとか。うわぁ、絶対食べたいそれ。 10. Hakata. Asahikan. これは飲みに出たら絶対酔っちゃうやつだ。間違いない。やや中国が潜んでる味だけど、柚子ペッパーで食うとこれがうまいのなんのってね。ちっちゃい餃子やばいね。やばい、何個でもいってまう。瓶ビールとこれ3軒目の必須アイテム。はい。手羽もうまそうだったな。ジムティーたちみんな食べてたね。まあ次回の楽しみにとっとこう。はい。 12. Ropon Matsu. Ni Hao Pong Yu. サッシーがテレビで言ってたのさ、このピーマン世界一うまいって。でもほんと美味しかったね。うまかった王監督もよく来るお店だってね。麻婆麺も私の好きな汁なしで最高。このピーマン炒めのタレやばいね。やばい。謎の豆もやばうま。 14. O Te Mong. Ganso Ramen Naga Hama K. いややっぱ長浜ラーメンだね。3個あるからややこやしいが、我々が気に入りの元祖長浜家の方ね、嫌じゃなくて家の方、もうここんちのが、すんげえ優しめの味のスープで、そうだね。だからして物足りないわけではなく、美味しいですね。美味しいね。店にガラガラって入って座るまでの間に
茹で加減やスープの油とか肉増しとかネギ増しなんかを言いながら着席っていうのがルールみたいですね。みんなすごい勢いで頼むけど何言ってるか分かんなかったね。15. Nakasu. Hakata Meidai Yoshizuka Wunagi Ya. いやタモさんの言う通り日本一うまいって感じでしたね。まだまだつづ裏裏のうなぎを食ったわけじゃないけれども、今のところは生涯一番のうなぎであることは間違いないですね。ほんとこれは最高以外の何物でもありませんね。国産うなぎだから、素材的にはさほど大差ないと思うんですけど、いいタレと焼き加減なんでしょうかね。これが絶妙すぎて感動ですわ。皮目がサクッと焼かれていてほのかに香る炭の香ばしさ、思わず笑顔になってしまうそして安いんだこれが。はい、びっくりね。甘すぎずしょっぱくなくてちょうどいいタレ加減がお見事でございます。明日も食べたいうなぎでしたね。今日も一回でもいい。マジ本当だ。坊や出直し的な。誰16. Nishi Nakasu. Mihara Tofu 10. 前回一人で福岡来た時に感動して、これ絶対グリーンに食わせたいと思ってたお店がここ。お超人気店なので予約必須ですね。今回はたまたまキャンセルが出て入ることができました。いやー嬉しかった。美味しかった。もう信じられない。豆腐がこんなに美味しいなんてね。世界一うまい揚げ出し豆腐って俺言ってたけど、厚揚げの間違いだったねそうだね。でも揚げ出しっぽくもあるよね。むしろ厚揚げっちゅう感じとはかけ離れてる気がするけど anyway めちゃくちゃ美味しい。サクッとした揚げにトロトロの豆腐が包まれてる感じがたまらない。やばいよねこれね。これがあれば肉のない世界でも生きていけそうな気がする。わかる気がする。そしてこれ豆腐チョコレート。やることが憎すぎて焼けるぜこのお店豆腐パックの営業中マークが斬新すぎるセンスの塊のお店でございますすごい。坊や出直し的な。だから誰ジャック・ニコルソンだ。17. Haruyoshi. Mitsubachi. 博多っ子には今更って感じかもしれないけど、ここは福岡に来たら必ず立ち寄ってしまういいお店ですね。夏場に窓を開け放った川辺の席は爽快だよね。京都もシンガポールもそうだけど水辺って人が集まるんだよね。カップルデートには最高だね。キャバクラのアフターにも最高さ。何水風呂もね、だから若いからまだルールを知らないっていうのはしょうがないことだと思うんだね。優しく教えてあげるべきだと思うんだけど、その汗かきっぱなしで水風呂に飛び込んでくるのだけはやめてほしい。それは絶対しないでください。今まで何回注意したか分かんないけどね。小学生じゃないんだから。お前の汗汁に俺は使ってるんかいってなるやだわー怖い怖い。お風呂つながり。よくシャワーをなんていうの、後ろにいる人がお湯シャワーいる公共のところでシャワーを使う時って非常に気を使うよね、後ろの人に飛んじゃいけないと。後ろも横もね、極力ハンド手持ちは使わないようにおじさんはしてるけど、差しっぱなしでね、でもどうしても脇の後ろとかそういうところの時はこう持ってやるけど、後ろには飛ばないように細心の注意を払うもんですよ。そうなんです。でもね結構かけるまあね、おばちゃまたちもねあるんです。顔面やるときに、自分の顔にめがけてこう水平に地面と水平に真後ろに飛ぶよね。あれがねどうにもこうにも考えられへん。おいって立ち上がったことないかな顔ならまだいいよ。股でやるやつね。いやもうそう、まさにそれ。最悪もう一回体洗い直すよね。Meshtabi. This program brought you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Yamagata. Ulame 12 des. Let's get it started. 3. Yonezawa. Meet Pia.
米沢牛がリーズナブルに味わえるお店だね。肉屋さんの2階がレストランになってるんだよね。その時点で間違いないの決定だね。時は1871年明治4年、米沢藩は英国と条約を結び、横浜に駐留中だった貿易商チャールズ・ヘンリー・ダラスを英語教師として米沢に招いたんだそう。当時米沢では四つ足の動物は食べない風習だったんだけれども、故郷を懐かしんだダラスが連れのコックに米沢の牛肉を調理させて食べたのが職業としての米沢牛の始まりなんだそう。その米沢牛のあまりの美味しさに驚いたダラスは、任期を終えた米沢を離れる際に牛を一頭横浜に連れて帰ったんだってよ。そして仲間たちにそれを振る舞ったところ、これが大好評で、それがきっかけとなって米沢牛は全国に名を轟かせるようになったんだそうだよ。へえ、面白いいきさつだね。はい、そんな米沢の美味しい牛肉が昼時は1000円台で味わえる。やっぱり米沢に来たら米沢牛よね。この牛カツ安すぎじゃないですか。見てください、この厚み。本当に米沢牛って思っちゃうぐらいリーズナブル。米沢牛って三大和牛だよね。それがね、神戸牛松阪牛までは確実なところなんだけども、3番目は近江牛か米沢牛っていうのが明確な定義はなく微妙なところなんだ。あれ、但馬牛が一番ってイメージだけど。そうなんだ。それはね、兵庫県産の和牛全般が但馬牛で、但馬牛はピンキーとキラーズらしいんだ。要するに但馬牛はピンからキリまでで、神戸牛はその中で最上クラスのものってことなんだよね。そうだったの。とにかく米沢牛は日本でトップレベルの牛さんってことは間違いないんです。道理で美味しいはずだよね。4. Yonezawa Tasuke Zushi。 米沢と言ったら米沢牛。はい、今度は米沢牛肉寿司でございます。肉寿司増えたわよね。至る所で目にするようになったよね。京都の錦市場で食べた近江牛肉寿司が今までのベスト肉寿司だったけれども、美味しかったね。あれも美味しかったけど、これはその上いったね。いった。すごい。桃よ、桃でこんなに美味しいのね。ねえ、米さんすごいわ。米さん。ところで山形の人は標準語と方言を日常的に使い分けてるのかな。お店の人ってほぼ訛りない感じだよね。私もそんなに訛りないのかなと思ってたら、サウナでおばさまたちの会話が全く理解できなくって。そんなに？女性でも自分のこと俺っていうのだけ聞き取れた。11. Tendor Koshikake An。 奥の細道の石碑標識。お店の前の道がその昔旅に出た松尾芭蕉が実際に通ったという街道らしいっす。すげえ。そうなの？それってすごい特別な感じするね。腰掛け庵さんの店舗、なんと明治8年に建った蔵を改装してるんだって。すんごいいい感じだったもんね。風情半端ない。このわらび餅プルンプルンで用事が抜けちゃう。食べるとつるんって溶けちゃう。初めての食感。これは衝撃。ほぼ液体でしたよね。これ一番液体に近い餅だと思います。美味しさの秘訣はわらび粉など原料の吟味はもちろん、毎日機械を使わず全て手作りだから、こんなに優しいものができるんだそうよ。なんか簡単に真似できるような白物じゃなさそうだよね。特製深入り黒豆大豆きな粉、香ばしさとほんのり優しい甘みがあって、いやー、これ持って帰りたい。焼き芋といいわらび餅といい、すごいですね、山形。でもフロローカルルールがいろいろ厳しいわね。そうだね。他の地域にはない独特なルールがあるよね。そう、バスタオルサウナやそうだ、歯磨き禁止、サウナ内についたて木で作りつけてあったり、いろんな各地でお風呂入るじゃない。で、私たちほらサウナ好きだからサウナあるとこを選んでいくけど、人が少ないのはすごいね、ありがたい、入りやすいし、すっごいいいんですけど、
なぜか北海道を抜けて青森からスタートしてサウナ行くと必ず一人はサウナの中で寝そべってるおばちゃまがいるんですよね。それはすごいね。さすがに男でもいないよ。東北サウナで寝るっていう横になりながらサウナに入るっていうスタイルがなんか普通な感じがしますね。究極のおばちゃんはお風呂の桶あるじゃん。あれをね枕代わりに持ってきてコントかコントか。いや本当なの。桶を枕で自分のタオルをね、まあ直は痛いからちゃんとタオルを置いて。あー、そんなおばちゃんやだわ。7. Niigata. Tonkatsu Taro. 昭和初期、新潟市中心部にはお堀が張り巡らされ、お堀沿いにさまざまな屋台が軒を連ねていたんだそう。とんかつ太郎さんもそんな屋台の一つ。初代の小松道太郎は当時モダンな料理だったカツレツを大胆にも醤油だれにくぐらせてご飯の上に乗せてこの屋台で提供したところ、新潟の人々に受けて今も愛され続ける新潟タレカツ丼になったんだそうよ。へえ、そんなに歴史があるんだね、タレカツ丼には。でもあんまり期待はしてなかったのよね。だってご飯の上にカツでしょ。くどくって食べれないんじゃないかなって正直思ったんだ。だけどカツも薄めだし醤油だれがさっぱりしてっから食べやすいんだよな。カツ丼のサイズも3枚4枚と1枚単位で選べるからありがたいよね。イメージと違ったね。想像よりはるかに美味しかった。美味しい。これは評判になるのわかる。太郎さんのこの美味しいタレカツ丼が評判になって新潟のタレカツ文化にまでなったんだね。カントリーロードでいうジョンデンバーってところかな。カントリーロードってカントリーロー Take me home って耳をすませばのテーマだったやつ。ちょっと音痴でわかんないですけどカーペンターズじゃないの？そうさ、ジョンデンバーなんだよ。ジョンデンバーは日本でいうところの南こうせつとかさだまさしみたいな感じかな。いろんなアーティストがカバーしてるけど作詞作曲はジョンデンバーなのさ。へえ、そうなんだ。音楽の場合はカバーされても作詞作曲者に印税が入る仕組みになってるよね。そうね。でもとんかつ太郎さんのタレカツはカバーされても太郎さんには一銭も入ってこないんだぜ。これ不公平だと思わない？そう言われりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ったら食べ物全体がそうじゃない？その通りさ。料理も音楽や出版物と似たようなある意味クリエイターの作品だと思うんだけど、料理は模倣が許される特殊な世界と言ってもいいかもね。マヨネーズの発明者であるスペインのメノルカ・マノンという港町のシェフにもし何らかのロイヤリティが発生していたら、その収入はジョン・デンバーの比じゃないだろうね。なるほど。アートの発想の飛躍もなかなかね。11. Murakami. Kaiten Sushi Sei. この回転寿司さんもポテンシャル高かったですね。ほんと中トロ最高のやついただきました。あ、最高の中トロだったね。大もちゃんも美味しいね。全然癖がないの。ほんととろけるうまさだったね。うまい。のどぐろ初体験。予想を超えた美味しさに若干震えております。好きな寿司ネタランキング、いきなり3位にランクインでございます。おー、来たー。ほんともうちびりそうだった。やっぱり私は断然生派。美味しいお魚はやっぱりお寿司に限るわ。そんなにたくさんはいらないからお寿司で 1,2 貫つまむのがいいわね。のどぐろがここまでうまいとはね。いやー、のどぐろを知らずに生きてきたなんて私ったら。のどぐろは定期的に桑名正宏だね。我々はね我々は喋りにも得意じゃないんですけど、はい、歌も得意じゃないですよね。そうですね。年に1回ぐらいのペースです。はい。寝言で歌を歌うこれはびっくりしますよ。寝言で歌っていうのを聞いたことがない話でもねはい、私も知らないですそれが
おじさん昔音楽かじっててちょっと音にはうるさいんです。そうね、自分は音痴なの音痴だけどね、やってね、耳はしっかりしてるんで、チューニングが狂ってる楽器とかすんごいうるさいんですよ。で歌詞とかが歌っても音を外したりしてんのちょっと気持ち悪いっつって言うんですけど、そうだね。だから自分が歌ったのもグリーンが歌ったのも、いつも音程がしっかりしてないんでダメなんですけど、はい、寝言の時のグリーンだけは音完璧なんですよ。知らないあれ何を歌ってんのか分かんないけどすっごい楽しそうに歌いたい、ちゃんと。びっくりしますよ。憑依したかと思いますからね、何かが。飯旅 This program brought to you by Babo and Green. Konkai no meshtabi wa. Gachi de mata tabathai. Hachinohe shimokita kaiwai. 11 des. Let's get it started. 1. Hachinohe. Minato Shokudo. 八戸の目玉的有名店なのでやはり行列でした。それでも4、50分かな。ウェイティングシートもあるからありがたいよね。こりゃ並んででも食べる価値ある丼だからね。ここは明日定休日だからなおさら混んでるのかな。そうかもね。明日は岸壁朝市がある日曜だから、それ目当ての観光客もたくさん八戸入ってきてるからね。岸壁朝市いいよね。八戸楽しい。やっぱ八戸はここと朝市が肝だね。はい、来ました。ヒラメ漬け丼。4、5年ぶりの再会。相変わらず綺麗だ。このタレが絶妙でうまいよね。そうそう、まずはそのまま食べるからの黄身を割り絡め食べるからのもうマーベラスです。初めての時は半信半疑だったんだよね。いや漬けでしょってね。でもシンプルなのにうまいんだよね。これが予想の大ブレイク漬け丼だ。まさに並んででも食べたい丼だね。八戸来たら絶対食べる。これは最後の晩餐に食べたい丼。おお、最後の晩餐とはすごいですね。最上級じゃないか。はい。なんだろうな、最後の晩餐かい。おじさんは中洲のうなぎか龍園の牛タン、そして味噌汁代わりに長浜ラーメンでしょ。デザートはミルフィーユとオランジェット頼むぜ。それじゃあいつ死ぬか3日ぐらい前に教えてね。オッケー。2. Masawa. Parkanoran. バラ焼き発祥のお店ですね。バラ焼きはね、何度か食べてて正直あんまりピンときてなかったんだよね。十和田のバラ焼きは何度か食べたのよね。今回はバラ焼き発祥の店ということで、どうなのって。いや別物でしたね。ほんとストマックキャッチングすごい系。超美味しいじゃないですか。ほんとこれ焼肉としても最高じゃない？ホルモンとしても秀逸です。はい。ホルモン美味しいね。煮詰まって焦げかけてきたところがもんじゃ焼きみたいでいいよね。マジうまホルモン。近所の人たちみんなホルモン買いに来てたよ。ね、わかるわ。私もホルモンあんまり得意じゃないけど、これは美味しいもん。バラ焼きよりホルモンメインになっちゃったよね。あら、濃いめの店員さんもイケメンだったよ。確かにイケメン店員もホルモンもちょい濃かったかな。でもタレがお酢系だからさっぱり食べれたよね。あら、イケメン食べちゃった？ホルモンだっちゅうの。5. Hachinohe. Thate Hana Ganpeki Aseichi. 八戸日曜朝の風物詩。まだ本格復活とは言えないようですが、かなりにぎわいが戻ったようですよ。八戸の大目玉朝市です。6時から9時頃までのわずかな時間のためにすんごいですね。お祭りみたいだよね。お祭りより盛り上がってんじゃない？コロナ前に比べると出店は少なかったようだけど。確かに。でも焼き小籠包屋さんと唐揚げは相変わらず大盛況だったね。タッコニンニクは6時にはもう売り切れちゃったってすんごいよね。ジモティーの日曜日の楽しみなんだろうね。こういう風習があるってのは羨ましいね。おじいちゃんおばあちゃんとさ、孫で買い物とかほのぼのしちゃうよね。孫 BM バイク乗ってたね。そうだった。今回カモメは魚盗みに来なかったみたいだね。ウミネコだろう。前回ウミネコたちめっちゃ魚盗みに来てたもんね。
カモメは冬にしか来ない渡り鳥なんだ。どうしてわかるの？どうやって見分けんの？目つきが悪くてうるさいのがウミネコさ。カモメは気品がある鳴き声だよ。キューキューってね。キューキュー。10. Thakur. Gilroy Cafe. タッコ町、町全体がニンニク州だったね。ほんと冗談で話してて、窓開けたら本当にニンニク臭漂ってたね。朝からニンニクパワー炸裂でした。あれたまたま誰かが焼いてたのかな。1988年にタッコ町とギルロイ市、米国カリフォルニア州がニンニクを通じて姉妹都市提携してるんだって。それでギルロイカフェって名前なんだね。ギルロイ市では毎年7月後半にギルロイガーリックフェスティバルってのが開催されるんだって。なんだか楽しそうね。みんなでニンニク臭くなるのって。我々はニンニクはもちろんニンニクの効いた料理は食べない人生だったんです。そう、だから2人ともテンション低めだったんだよね、最初。でもタッコにせっかく来たんだから食べようぜってことでね。そう、台北で臭豆腐食べなかったのを反省してね。そうそう、臭いの怖いんだよね。いやー、丸焼きニンニク超うまかった。なんだ、食ってみりゃいいやつじゃねえか。ねえ、びっくり。美味しい。ほっくりしてて甘みもあって一気に虜になっちゃった。ラーメンは意表ついて麺がニンニク風味です。煮干しの素朴なスープと意外にあっさりいただけてグッズです。タッコライスは名物のニンニク入りタッコーラで炊き上げるガーリック炊き込みご飯みたいなガーリック味のパエリアのような感じでしょうか。これは貴重な体験をしました。デザートにはニンニクソフトクリーム各250円、バニラかミックス推奨ですね。黒いやつはチョコの味でニンニクはほぼ感じませんので、驚いたのは食べた後、あと翌日ね、全く匂わなかったよね。ない。ゲップも出ないし不思議だわ。ほんと、なんでイタリアンとか食べたらすっごい匂うのにね。なぜかタッコニンニク匂わない。不思議。ほんと不思議ね。そして丸焼きニンニクは必食。丸焼きニンニクは忘れずに。11. Pachanohe. Wumai Sushi Kan Utologi. 前回も発食センターのお寿司いただいてね、美味しかったので覗いてみたら握りのお寿司屋さん並みのお値段だったのでびっくりしたね。っていう値段表示されてて、そうそう、だいぶ値上げされました。それでも長蛇の行列だったんだよね。それで急遽探し回ったよね。今回はこちらの回転寿司、完全握りのお寿司です。はい、見つけました。最初スーパー銭湯とついになってると思ってね。そうそう、完全にスーパー銭湯の名前だったからね、ゆとろぎってそう思うのは札幌の人だけなのかもよ。萌えは下にあった温浴施設の名前がゆとろぎだったから。あったね。これはすごい回転寿司屋さんですよ。2人なら絶対カウンターに座るべきですね。ほんと絶対カウンター。握りのお寿司屋さんのお好み状態でしたからね。ほんと目の前で職人さんが握ってくれてはる。関西人回転寿司としてはハイエンドでしょうが、ネタも間違いないですからね。感激ですね。のどぐろ三昧にトウモロコシのかき揚げですよ。ホタテも身の厚み半端ねっすね。美味しいです。最高っす。赤身も中トロもこれ完全寿司屋です。はい、回転寿司の中トロはね、ネタが冷えすぎてて残念なことが多いんですが。どういうこと？冷えすぎてると甘みが感じられないんだよね。回転寿司の場合は機械が握ったシャリ玉に冷蔵庫から出してきたネタをペロッと乗せて出すじゃない。そうすると冷えすぎてんだよね。だからあーた時々ネタ手で触ってんの？んだ温度が上がるのを待ってるんさ。こちらは手握りですから、そんな心配いりませんね。やっぱりめんどくさい人ね。ありがとう。のどぐろ塩でいただきましたが、とろけましたね。全く生臭いとか魚臭いがない。あれ食べたって感じ。八戸ゆとろぎあっぱれ。ゆとろぎ恐るべし。最高の回転しない回転寿司でした。食べログ 3.06 とかって意味わかんないよね。 3.06？3.6 じゃなくて上海の地下鉄はね、すごい都会ですよ。今の上海はもう大都会ですよ。
地下鉄とかも綺麗に整備されてるんですけど、やっぱりチャイニーズマナーですよね。でちょっと面白いのは何でも地下鉄で運んでやがるんですよ一番笑ったのはね、冷蔵庫。地下鉄に、DJ がよくレコードを積んでるキャリーみたいなゴロゴロ押すやつあるじゃない。あれに冷蔵庫を乗っけて、地下鉄に乗ってる人がいたよ。でもっと驚いたのは OL 風の若い女の子が地下鉄の中で唾を吐いたね、床に。もうその瞬間、やだここは嫌って思ったね。それは無理だね。そしてトランジットでたまたま行った上海なのに、まさかの飛行機乗り遅れてそれは自業自得で、はい、ものすごい高いエアーで次の日香港に飛び立ったっていうね、思い出がございますけども、はい、気をつけてくださいね。はい、1. Parkita. Kanban Gonen Door. 秋田市中心部にあるエリア中市という再開発商業施設の1階にあります。駐車場も豊富にあって便利な施設よね。店名の漢文5年堂というのは稲庭うどん発祥年1665年に由来するということですね。会社の創業は1976年からだそうです。こちらは生麺と乾麺の食べ比べができるお店ですね。でも稲庭うどんといえば乾麺でしょ。そうだね。手延べ製法による干しうどんっていうのが稲庭うどんの定義なので、生麺は普通にうどんってことだよね。そりゃ生はうまいでしょう。味比べ断然生派。そりゃ生だよ比べると乾麺ちょっと肩身狭いよね。美味しいのに。だね。乾麺はそうめんっぽい感じかな。これはこれで軽くていいけどね。稲庭はやっぱ高級だよね。香川のガモうどんなんて小で150円、大で250円だからね。安っ。うどんは地域で相場が一番違う食べ物かもね。だな。 2. Yokote. Fujiwara Shark Door. 横手は秋田県東南部に位置する人口8万3000人ほどの秋田県2番目の市よ。2月に行われる伝統行事、鎌倉でも有名なかなりのんびりとした雰囲気の街だったよね。横手の鎌倉は450年以上も歴史があるんだって。2月の雪祭りのミニ鎌倉は幻想的でいいよね。ミニ鎌倉素敵よね。そんな横手のご当地グルメといえば横手焼きそば。なんかビンドゥンドゥンみたいね。ビンドゥンドゥン？なんだそりゃ。北京五輪のマスコットキャラクターだよ。小橋料理胸に入れてたやつだ。かわいいでしょ。9年連続焼きそば四天王に輝いた名店。開店前から行列だったけど20分前に前倒しで開店してくれたのよね。時間前倒しオープンは珍しいですよ。荻窪トマトさんで以前に一度経験していますが嬉しいですよね。冬ね、すんごい寒かったのさ、1時間ぐらい並んでたかな。20人ぐらい並んでたと思うんだけど、それこそスクワットしながら寒さしのいでた感じ。そうしたっけ、トマトさんは結構ご高齢のご夫婦がやってんだけども、奥さんが出てきて、開店30分前だよ。寒いでしょ、開けますのでどうぞ入ってくださいってね。食べログ不動のずっと日本一のお店だよ。必ず大行列のお店なのにすごいよね。感動したわ、あの時。素敵だね。爪の赤を煎じて飲まなきゃいけないお店たくさんあるよね。あるね。やはりマンゴーは裏切らないね。マンゴー美味しいよね。でもやっぱり感じましたね。やはりマンゴーとサバは紙一重なんです。サバ感じた。後味にほんのりね。わかる。ネットに書き込んでる仲間いたよ。これマンゴーってサバの味しません？マハロさんっていう人の書き込みね。私たちだけじゃなかったね。ベストアンサー受けたよね。思ったことないですってね。冷たい返事。でも共感したボタン3人押してたよ。私も最初まさかって思ったけど、言われてみるとサバっぽいよね。だろう。近所にある安藤酒造も面白いよね。そうそう、醤油のソフトクリームね。醤油ソフトクリームってなるよね。正直醤油はあんまり感じれなかったけれども、カラメルっぽい味がしたかな。この醤油はガクトにしか感じ取れないやつかもしんないね。
5. Akita. Chinatown. 秋田のソウルフードのちゃんぽん屋さん。北海道ではちゃんぽんというものはあまり馴染みが薄いかもね。リンガーハットも店舗数少ないもんな。国内600店舗もあるのに北海道何軒だと思う？そうね。2、30軒 ?3 軒しかないんだぜ。ちゃんぽん言うたらビール、焼酎、日本酒、ウイスキーごちゃ混ぜ飲むみたいなイメージだけど、それはあんた得意よね。ごちゃ混ぜっていうのはまんざら間違いじゃないよね。ここちゃんぽんはあんかけってのが独特だぜ。そうね、溢れそうなんだけどあんかけのあんが溢れさせないって感じで表面張力半端ないわね。そうそう、スープの上にあんが蓋してっから冷めないんだよね。これがやけどに要注意だ。後半は底の方からサラッと系のスープが現れて変化を楽しめるのがいいよね。計算されてる。もっとジャンキーなイメージだったけど昔の札幌味噌ラーメンっぽい味で懐かしかったな。私これ好き。これパイセンプライベートで来てたっぽいね。ほんとだ。8. Hachiro Gata. Hatai Kashi 10. 待望のあんごま餅。ごま好きだから待ち遠しかった。前日来たんだけどまさかの定休日でね。チーン。感動したりするものでは決してないんだけれどもやっこくてうめえな。ほんと食べ出したら止まらなくなっちゃった。飴あんことごまの風味が甘さをかますっから混ざってさ、ねえ、ちょうどいい塩梅になってんだな。これがバックバクいってまう。これは名家ね。地元の方々がたくさん買いに来てたのわかる。わかる。八郎型取るときは火曜水曜避けなきゃだね。そうだね。10. Noshilo. Nakagawa Shock Door. 1113という超短期決戦店舗。かなり偏僻な立地ですがかなりの歴史を感じる店構えだよね。かなりのベテラン母さん2人が営むお店。昼休みの男たちがパラパラと集まってきてあっという間に満席。すごいのね、次から次へと。なんとこちらの食堂フードコートシステムでございます。セルフなの？あのサイズで？そうさ、呼ばれたらねカウンターに取りに行くシステムなんだ。へー。このサイズの食堂では意表をつかれたけどその分早く料理が出てくるからいいよね。確かにそうね。あれ配膳と片付けしてたら半分のお客さんしかさばけないかも。鋭い、全くだ。いやー、それにしても爆盛り半端ないって。結構頑張ったんだけどご飯が丼2杯分ぐらい残っちゃった。そんなに？こんなに爆盛りだと知ってれば最初からライス半分でオーダーしたのにな。もうもったいないね。驚きなのはアディショナルカレーが最初から乗っかってくるんだよ。俺こんな店見たことない。11. Noshilo. Sakurate. お肉屋さんが営むレストラン。こちらは新鮮な馬肉がいただけるということでお邪魔しました。結構お馬ちゃん食べるのね、東北ピーポーね、なんか九州のイメージだったけど。そうだね、熊本イメージって感じかな。最近では高タンパク、低カロリー、低脂質、体にもいいとヘルシー路線で注目されてるんだって。だけど北海道ではあんまり馴染みがないよね。これが臭みもなくさっぱりといただけちゃうんですよ。そうなの？なんかすんげえ癖ありそうで筋肉質イメージだけどね。いえ、とっても癖がなくって柔らかいんだから。だけどなんで馬が桜なんだろうね。見た目はマグロの赤身みたいだけど。推測の域を脱しないんだけれどもこれはインゴらしいんだ。江戸時代には牛肉、獣肉ね、を食べることがタブーとされていたみたいなんだ。江戸時代にはタブーとは言わなかっただろうけどね。確かに。これアボカド？そう、アボカド。上流階級の人はこのタブーを守っていたんだけれども一般的には隠れて牛肉が食べられていたらしいんだよね。それで馬肉には桜、イノシシにはボタン、鹿にはモミジという隠語を使っていたのではないかということらしいんだ。飲食業界でトイレに行くとき2番行ってきますっていうみたいなやつ？あ、そうだね、そうそう。2番っていうの？おじさんが学生時代バイトしてた店は小便が猫で大便が犬だったよ。何それ？なんでだろうね。なんでなのかわからんけど。12. Akita. Katsudon Takatsu.
秋田ナンバーワンとんかつが低温調理のとんかつのようなのでお邪魔しました。隣の人の 250g のやつびっくりした。すごかったね。弁当箱かと思った。厚さ5センチぐらい。すごいです、このとんかつ。サックサクと揚がってて香ばしい衣。肉が柔らかいし、動物の肉なのこれっていうぐらい臭みがない。これはすごい。トリュフ塩美味しかった。カツだけど天ぷらのような味わいだね。柚子胡椒反則技だよ。ドーピングだ。うますぎる。2017年から脱サラ5年で日本4位ってすごくないですか？日本4位なの？食べログ？すごすぎはる。秋田ピーポー羨ましいわ。全くだ。東京クラスのとんかつがここにあります。これニューヨークだったら$200でも行列だろうね。$200。ニューヨーク行ったことないでしょ。イメージさ、イメージ。いや、脱サラ開業 4,5 年であっぱれでございますね。飲食店開業ロマン、夢を見させてくれるお店です。パジャママン、ありがとう。パジャマじゃないってば。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kushilo Kaiwai the best des. Otanoshamini. See you soon. これはね、はい。多分マレーシアのホテルに泊まった時にね、でもなんかホテルのブッキングミスで、リクエストした部屋がなくて、チャイニーズだらけのホテルに申し訳ないけどそっちに今日は泊まってくださいと言われた時があって、まあしゃあないなっつって、まあ泊まったのは別に問題なかったんだけど、それなりに綺麗な部屋で、で朝、朝食ビュッフェ、レストランに行って食べたら、まあもうチャイニーズだらけですよ。で隣のテーブルにちょっと小金持ちっぽい感じの、キラキラ財宝つけた感じの奥様たちが 5,6 人でね食事してたの、朝ごはん。でもう佳境に入ってフルーツの段階に行ってたのね。俺らは食べ始めたばっかりだったんだけど、さっきは奥様たちね、スイカの種をね、ペッペペッペこう机の上に吐くんですよ。ホテルのレストランですよ。もう中国人との文化の違いがね、一番痛感した。ホテルでも？